ここに行きます。はい、合ってます。私しか乗ってない。太陽が丘に着きましたけど、ここから歩きます。キャンプ場の中にね、自販機がなかったらあれなので、お水1本だけ買っときます。着きました。ともしびキャンプっていうか、バス停からほんま2分、なんか Google マップでは4分ってなったけど、正味2分ぐらいかな。ちょっと待ってね。さっきね、あの辺で自販機で水買ったんですけど、あそこにバス止まったんですよ。で、この駐車場徒歩なんで、まっすぐ抜けてきたらトイレがあって、もうそこがともしびキャンプ場の看板がありました。よかった。バス焦った。あれに乗れなかったらあと2時間来なかったんですよ。2時間さすがに辛いと思って急ぎました。受付行きます。鳥さんがピヨピヨ言ってる。あれかな、受付。キャンプサイトって書いてるけど、受付どこ？キャンプサイトの方行ってみようか。はあ、落ち着いた。焦りましたよ今日。だってわざわざ JR 宇治駅にバスが12時45分って分かってたから、11時54分に宇治駅に着くようにちゃんと電車乗ってったのにまず、JR がめちゃくちゃ遅延してたせいで、奈良駅の乗り換えも本当は 4,5 分待てばよかったのが17分待ちになって、で乗り換えた思ったら途中で2回ぐらいなんか信号停止みたいなのして、計13分ぐらい信号停止して、で宇治駅着いたらバスの時間の9分前、50分ぐらい余裕持って家出てんのに、やばないですか。で本当は JR 宇治駅から徒歩5分ぐらいのところにめっちゃ美味しそうなお弁当屋さんがあって、それを買ってでも余裕でバス乗ってここ来て、お弁当まず食べてって思ってたのに9分しかないから、もう駅直結ぐらいにあるセブン入れに急いで買いに行って、サンドイッチとおにぎり買って今に至りますでもめっちゃいいとこ、すごい徒歩キャンプに向いてる。バス停から徒歩2、3分でした。近まだグランドシートしかやってないから、食べたら設定します。うまっ。
はい全部テントの中もね外も仕上げましたこれねカートはあんな感じでねサイトのそこら中に置いてあって自由に使っていいって言われているので使わせてもらっています。カートの中にキャンプ場から指定で渡されてるゴミ袋と持ってきた薪を入れてます。今日ね前回みたいにね枝が落ちてなくてブッシュクラフトできなかったんで、ミニマルワークスのエアハンガーをテントとこのカートのね取っ手部分で固定してハンギングラックみたいにしてます。この椅子はね、今日はねサーマレストの Z シート持ってきてるんですけど、ローチェアの方が疲れないだろうと思ってレンタルしました。600円でね DOD のローチェアを貸してもらいました。テーブルがベルクロートのねトリックテーブル 160g 弱のすごい軽量のテーブルになります。焚き火台がシャボッタのハッピーストーブ、すごい小さい焚き火台です。その小さい焚き火台に合わせて小さめのスパッタシートを持ってきてます。テントはニーモのドラゴンフライバイクパック 2P かな持ってきてます。ニーモのテントはこのポケットがついてるのでその部分にこまごま入れてます。クーラーバッグだったりガスとかねザックとかもう全部ここに入れてます。キャンプ中はねこっからすぐ取り出ししたりするのでここに入れてるんですけど、寝るときは貴重品取られたら困るものはテントの中に移動します。南京錠ねここと反対側のね入り口のとことつけてます。今はね鍵してないけど夜寝るときとかトイレ行くときは鍵しようと思ってます。中はこんな感じ。前回のね動画見てる方はほとんど一緒じゃんと思うので飛ばしてもらって結構です。3シーズン用ナンガのねオーロラライト 450DX でマットがサーマレスタのネオエア X サーモです。これねその下にねトレイルマット 100cm のやつ引いてます。でモンベルのダウンパンツダウンジャケット、これは折りたたみ傘ですけど日傘なので雨が降る予報はないんですけど太陽がすごかったらと思って持ってきてます。これねモーランナイフ、今日ねナイフ使う予定ないので一応持ってきたっていう感じなんですけど、外に出しとくのもなんか危ないかなと思うのでテントの中に置いときます。で夜で絶対寒くなるので何年ジャケット、焚き火ジャケットみたいなのを持ってきてます。これはちょっとしたメイク落としとか入ってるポーチです。前回実は笠木のねキャンプ場がね最低気温が2度ぐらいまで下がっちゃって、実はこの装備でねナンガの450とかモンベルのダウンパンツダウンジャケットだけじゃめちゃくちゃ寒くって、カイロをね前回は2個持ってきてたんですよ。でも2個じゃ上半身は温まったんですけどね、もう足先が冷えて仕方なくって、カイロ4つ持ってきたら全然違っただろうなってその時に思ったので今回はね4つ念のため持ってきてます。なので前回のキャンプみたいにもし冷え込んだらお腹背中足って感じでね貼ろうと思ってます。今回の徒歩キャンプもこのモンベルのバーサライトパック40で来ました。前回はこれを背負ってジャケットを左手にかけて薪も紙袋に入れて左手に持ってって感じだったんですけど、今日はもう全部ここにジャケットもここに挟んで上のねポケットに挟んできたし、薪も使う最低限だけですけどなんとねこのザックの中に入れてきました。今日ねだからこれ全部ザックに一つにまとめてきました。なかなか優秀ちゃんですね。40リットルなんですけどすごいパッキングしやすくて40リットル以上入ってるような気がします。これでも実はね最近新しいのが出たみたいで、これもめちゃくちゃUL のザックなんですよ。バーサライトパック40リットル、これ 710g なんですけど新バージョンはなんとね 480g だそうですなんと 500g 切ってるそうです。40リットルのザックが。その新型が出たことによってこの旧モデルっていうのかな、私と同じこれがなんかアウトレット価格になってて1万円切ってましたね。今めちゃくちゃお買い得に買える感じでした。こんな感じでね今日も徒歩キャンプでソロキャンプやっていこうと思います。髪の毛がびっくりするぐらいボサボサなのはお許しください
キャンプなんでね、ワックスとかスプレーとか一切してないから、着いたらこんな感じになってました。てかなんか結構虫いますね。毛虫とかちっちゃい蜂みたいなやつとか、なんかね、とにかくね、蝶々もいるし、蝶々映らんか。もうね、虫がすごい。すごい。来ましたよ、虫の季節が。今ね、ちょっと先トイレ行こうと思って、どんなトイレか取りますね。あそこトイレなんですけど、自販機もあるし、ここにゴミ捨て場があります。これムイムイがすごいわ。自販機あるの嬉しい。トイレ結構綺麗でした。りんちゃんのハンドタオル買ったんですよ。じゃーん。いず。ここは A サイトです。A サイト、B サイト、フリーサイト、3種類あるんですけど、それプラスね、デッキサイトっていうのと、空中テントみたいなのがね、新しくできるみたいなのでね、紹介します。このね、オレンジの屋根のところが受付です。受付のすぐ前にデッキがあるんですけど、ここはもともとね、奥にあるやつみたいに常設テントがあったところみたいです。常設テントだとあんまり予約が入らなかったみたいで、テントを撤去して、ここもね、デッキサイトとして予約が取れるようにしたみたいです。ここね、わかるかな？結構な傾斜なんですけど、この傾斜でたくさん木があるところ、この辺がね、フリーサイトになります。最初私ここ予約してたんですけど、ちょっとあまりにも傾斜なので A サイトに変えてもらったんです。ハンモック泊の人にはいいと思うんですけど、テントはどうかな？確かにね、1P、2P ぐらいのテントならね、立てれる場所はあるんですけど、本当に結構な斜面になってます。フリーサイトの左側、こっち側がね A サイト。 A サイトが一番水平みたいなんですけど、私のねテント張ったとこはねフリーサイトのすぐ横なのでね、ちょっとね傾斜があります。まあいっかと思ってあの辺に立てました。フリーサイトからの右側、こっち側がね B サイトになります。 B サイトはね、なんか結構ね傾斜があるっていう口コミを見ました。確かにね A サイトに比べたら多少傾斜とかボコボコしてるのかなとも思いますけど、全然大丈夫じゃないですかね。気にならないと思います。これがね B サイトのすぐ手前にあるんですけど、空中テント、管理人さんが新しく始まるのであれもぜひ撮ってくださいっておっしゃってたので撮りますすごいテントですね。ハンモックとは違って3点止めしてるから、中はね結構平らな床らしいです。入ってみたい下から撮るとこんな感じです。意外と広いのかな？いやでも2人が限界かな。すごい。どんなんなんだろう。今ね、4時45分かな。もうすぐ5時って感じなんですけど、暗くなるまで1時間ぐらい昼寝しようかなって思います。続きはまた後編でということで、来週出そうと思っているので、後編もぜひ見てください。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。Twitter、インスタグラムもやってるのでフォローお願いします。ではまた次の後編でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。